こんにちは、コンテンポラリーアーティストの金井壮一郎です。今回はマルセル・デュシャンについて研究、そして実際に僕が作ったレディメイド作品を発表したいと思います。マルセル・デュシャンはもう現代アートの創始者と言われるぐらい、現代アートの根本的な土台を作った人です。デュシャンが提唱した関連の芸術や既製品を使ったレディメイドという表現は今でも現代アートでよく使われる表現方法です。なので、もしデュシャンが現代アートの世界にいなかったら、アンディ・ウォーホルやジェフ・クーンズの今の芸術表現というのは存在しなかったというふうに言っても過言ではないくらい現代アートに大きな影響を与えた人です。デュシャンを知ることで現代アートの楽しみ方や考え方など芸術の基本的な部分がわかるのではないかなというふうに思います。早速、マルセル・デュシャンとはどんな芸術家なのか解説していきます。一言で結論を言うと、マルセル・デュシャンとは頭で考えることが芸術だと提唱した現代アーティストです。なぜそんな提唱をしたかというと、芸術のあり方や芸術の見方など根本的な部分を変えようとしたからです。当時の1960年代の芸術は美しさを追求して絵を描くことが常識とされていました。例えば、モネであれば、光の描写や大胆なタッチによって美しい絵を描き、クリムトであれば、金色を多用した色彩によって、美しい女性や男性などの愛を描きました。なので、作品を見て得られるのは、美しいであったりだとか、楽しいであったり、すごいという目で得られる快楽でした。現在の日本でも、芸術といったら目で見て楽しむ絵が一般的だと思います。空き缶アートであったり、落ち葉アートなど、たまにツイッターとかで見たりとかしますし、テレビとかだと有名人の抽象画など、ああいうのは目で見て楽しんだりとか、すごいというふうに感じる作品です。しかし、デュシャンはただ見て楽しむ絵を網膜的絵画だというふうに批判しました。デュシャンがなぜ網膜的絵画だというふうに批判したかというと、絵画とはもともと宗教を布教するためであったり、戦争における人間の残酷さを表すためであったり、自分の国の強さを表すためのものだったり、目で見て楽しむ以外の他の役割が絵画にはあったからです。デュシャンはその他の役割という部分に芸術の本質があるのではないかと思い、目で見て楽しむ絵とは違う、見た人が自分自身で頭で考える作品を作りました。それがこの泉という作品です。これは既製の男性用便器から排水管の部分を取り外して横向きにしただけの作品です。で、なぜデュシャンがこの男性用便器を選んで作品にしたかというと、芸術というのは美しくなければいけないのか、自分で作ったオリジナル作品でなければ芸術とは言えないのかという芸術の根本についての疑問を見た人に投げかけるためでした。西洋の美しい絵画が芸術というふうにされていた中で、男性用便器をいきなりアートというふうに言われたら、なぜこれがアートなのかというふうに疑問を持つ人もいれば、これはアートではないというふうに反発する人もいました。デュシャンはこのアートに対して疑問や反発というものを生むために男性用小便器という興味も美しさもない既製品をあえて選択したわけです。もし作品が男性用小便器ではない美しい木のオブジェクトであったり、希少性の高い特別な靴だったりすると、アートだというふうに思われやすくなってしまい、網膜的絵画と同じように見て終わってしまう作品になってしまうからです。そのように見ただけで完結してしまわないようにアートの要素が限りなく少ない男性用小便器を選択し、これがアートだというふうに言うことで鑑賞者が男性用小便器に対して新しい想像ができるようにしました。なのでこの作品は見た人に美しいとか楽しいというふうに思ってもらうために作られた従来の作品とは違うので、美しいイコール芸術っていう価値観で見てしまうとどうしても理解しにくいのかなっていうふうに思います。現代アートと芸術に一回線を引いて
現代アートというのは考えることで楽しむものなんだというふうに思うと理解しやすいのかなというふうに思います。そしてデュシャンは鑑賞者の重要性についても言っていました。芸術作品が評価されるのは鑑賞者が作品の表現を理解できたからであって、鑑賞者がいなかったり、理解できるという人がいなかったら、評価はされず後世に残ることはないわけです。なので、アートというのは作者の表現と鑑賞者が理解し伝承していくことで後世に残るということです。僕はこれを聞いて結構二人三脚というか共同制作というかやっぱり見る人がいてこその現代アートなんだなっていうふうに思いました。まとめると、このデュシャンの泉という作品は作品を見た人に一方的に感動を与える従来の受動的な受け取るだけの作品とは違い、作品を見た人がこれはアートなのかっていうふうに考えて疑問を持ったり、これはアートじゃないというふうに否定して反発したりとかすることで成り立つ能動的な作品なのです。もう少し言うと、美しさを重視した作品は答えを提示する表現であって、現代アートというのは疑問を提示する表現だなっていう二つに分けることができるのではないかなっていうふうに思いました。そしてデュシャンは泉のように頭で考える芸術のことを観念の芸術というふうに呼び、自分が無関心だと思っている既製品を選び機能を消失させた作品のことをレディメイドと呼びました。これだけ聞くと現代アートは何でもありだというふうに認識してしまうと思うのですが、あくまで現代アートにもレディメイドにもルールがあります。主にレディメイドのルールは4つあって、1つ目が既製品であること、そして2つ目が実用性をなくすこと、そして3つ目が興味がないものを選択すること、そして4つ目がその作品によって新しい思考の創造ができることです。もちろんその他にも時代背景や芸術家としての活躍も作品と呼ばれるためには関係していきます。そういったレディメイドのルールを踏まえて、ジェフ・クーンズやダミアン・ハーストなどが今の形に変化させたり、今の時代に合わせて作ったり進化させて新しい作品を作っています。次はマルセル・デュシャンの他のレディメイド作品やジェフ・クーンズやダミアン・ハーストなどのレディメイド作品を見ていきましょう。最初の作品はマルセル・デュシャンが作った、自転車の車輪、1913年に作られた作品です。で、この作品は椅子に自転車の車輪を取り付けた作品です。で、これを見てわかる通り、泉の場合だと一つの物体だったんですけども、これは二つの物体でできているというのが目で見てわかると思います。この作品がどのように実用性が消されているのかというのを見ていくと、自転車の車輪が本体から外され、回転時の摩擦で進むという自転車の本来あるべき実用性が消され、車輪が椅子に取り付けられていることで、椅子の座るという実用性が消されているからです。こういった自転車の車輪のように目で見て実用性が消されているレディメイド作品は結構理解しやすいのかなっていうふうに思います。続いてデュシャンのボトルラック、1914年の作品です。で、この作品は何も変化していないボトルラックを展示した作品です。この作品を理解するのが難しい点として、実用性が消されていることが目で見えないことです。他のレディメイド作品である泉や自転車の車輪などは物理的に既製品の実用性を消したというのが目で見えるのですが、このボトルラックの場合は観念的に実用性が消された作品です。どういうことかというと、ボトルラックというものはもともとキッチンやレストランなどの場所で瓶を乾かすという風なために使われます。しかし、美術館にボトルラックが置かれた場合、美術館でキッチンやレストランと同じような使い方をするわけではないので、ボトルラックである必要性が消え、
ただのボトルラックの形をしたオブジェクトに変化します。つまり、本来あるべき場所ではない別の場所に置かれることで、物体の役割をなくしているわけです。僕も最初にボトルラックの作品を見たときに、何が変化がされているのかが全然わからなくて、本当にこれで何でもありだというふうに思いやすくなってしまうのはしょうがないなっていうふうに個人的には思っています。ただ、ボトルラックの観念的に目で見えなくても頭で考えてパズルのようにやっていくと、ボトルラックが芸術として認められる理由もなんとなくわかるのかなっていうふうに思います。次はマルセル・デュシャンのトランクの箱、1941年に作られた作品です。で、この作品はデュシャンの様々な作品のミニチュアや写真などを収めた革製のトランクで、番号と著名入りの20部限定の豪華版と番号なしの300部未満の普通版があるようです。僕はデュシャンの元々ある作品をミニチュアサイズに複製して新たに価値をつけるやり方っていうのは村上隆さんやカウズが制作するフィギュアアートとかとなんとなく共通点を感じます。つまり泉などのレディメイドでは日常品を芸術作品としていましたが、このトランクの箱はレディメイドで芸術作品にしたものをミニチュアや複製にすることで改めて日常の場に戻すっていうことをしたように僕は感じます。デュシャンがここまで考えて作品を作ったかっていうのは微妙ですが、本当に現代アートをやってる人が自分以外いない中で作品にここまで深みを出せたっていうのは本当にすごいなっていうふうに思います。デュシャンの作品の中で僕が一番好きな作品であり、影響を受けた作品の一つです。続いて、ジェフ・クーンズのニューフーバー・コンチバブルズ・グリーン・レッド・ブラウン・ニュー・シェルトン・ウェット・ドライ・10ガロン・ディスプレイスト・ダブル・デッカーという1981年から87年に制作された作品です。この作品はアクリルケースの中に新品の掃除機を入れて照明で照らしている作品です。この作品の構造は新品という状態をレディメイドの概念に達しています。この作品を説明するために、ヤワラギノイさんのシミュレーショニズム、ハウスミュージックと東洋芸術の中からジェフ・クーンズの文を引用させていただきます。もちろん、どこから見てもただの掃除機に他なりません。しかし、もしもこの作品の購入者がケースを開けて中の掃除機を一度でも使ってしまえば、もうこの作品は作品ではなくなってしまいます。この作品が作品足り得ているのは、この掃除機が誰にも使われたことのない全くの新品であって、その意味ではまだ掃除機になっていない神秘的な何かだからです。というジェフ・クーンズの説明です。この作品の構造を見ていくと、掃除機は学校や家などの場所で掃除をするために使われます。しかし、美術館に掃除機が飾られた場合、元々の掃除機の実用性が消え、ただの掃除機の形をしたオブジェクトに変化します。ここまではボトルラックの観念的芸術とあまり変わりません。そしてその掃除機を購入者がケースから出して使った場合、これはただの掃除機になり、新品という状態のオブジェクト、つまり作品に戻ることができなくなるということです。この作品は先ほどのマルセル・デュシャンのボトルラックのように観念的に芸術が消されているのにプラスして新品という状態を付け加えているという作品です。次はダミアン・ハーストのシンナー1988年に作られた作品です。この作品は薬品棚に薬を置いた科学と芸術がテーマのレディメイド作品です。ハーストはこの作品についてのインタビューで、人々は科学のことは気にするけど、アートは気にしない。だから科学を借りた。別の言い方をすれば、人々は科学を信じるけど、アートを疑う。だからそれをそのまま受け取って科学を使ったとダミアン・ハーストは言っていました。つまり、ハーストは薬局や病院に置かれている棚と薬をアート作品として展示することで、僕たちの
科学に対しての確かな信頼とアートに対しての疑いとは何なのかという問いを見た人に投げかけるために作りました。このダミアン・ハーストが言っている信頼というのは、僕たちが薬局や病院に行った時に処方された薬に対してどんな成分が入っているかなど気にせずに信用して処方されたものを飲むことに対して言っています。この作品は一見観念的に実用性が消されているので、デュシャンのボトルラックのような作品と同じ概念だというふうに思われがちなんですけども、この作品は他のレディメイドと少し違う点があります。それはハーストが興味のないものを選んだわけではなく、ハーストの経験を作品として表すことができるものを選んだという点です。ハーストは学生時代、遺体所で働いてたり、祖父が肺がんと戦って薬を大量摂取しながら点滴しながらっていう、なんとか1秒でも長くっていう風に生きようとしていたところを見てきたり、看病して死っていうものを間近に感じてきました。ハーストのその経験があったから死とは一体何なんだっていう大きなテーマを使っても浅いコンセプトにならないのではないかなというふうに思います。その他にもシンナーにはいろんな仕掛けがあって、薬品の中身を空にしてたり、祖父が生きている間に使っていた薬箱をそのまま使って展示したり、皮肉などいろんなものが詰まっていますが、死をテーマに作られたレディメイド作品なんだくらいの、知識で十分なのかなっていうふうに思います。今回はレディメイドを軸に話しましたが、ジェフ・クーンズやダミアン・ハーストはシミュレーショニズムなどいろいろな表現をしているので、機会があったらもう一回この二人を説明していけたらなっていうふうに思います。次は彼らの作品やコンセプトから僕が学んで作ったレディメイド作品を発表したいと思います。今回僕が作ったレディメイド作品はこちらです。題名は防犯ブザーです。コンセプトなどを説明する前に、まずレディメイドの定義とこれを作るときに意識した点について話したいと思います。まずレディメイドの定義として、まず既製品であること、そして実用性をなくすこと、そして興味がないものを選択すること、そして作品によって新しい思考の創造ができることのこの4つがまずレディメイドの定義として僕が守ったことです。この作品はハーストやクーンズと似ていて、観念的に実用性を消すプラス自分の経験で構成されています。細かく説明すると、防犯ブザーというものの音で注意を引くという実用性をアクリルケースで覆うことで消しています。それによって防犯ブザーの形をしたオブジェクトが中に存在することになります。しかし、アクリルケースを外すと音が鳴り始めるので、実用性を持った防犯ブザーに戻るという仕組みになっています。そしてアクリルケースを何度も何度も重ねることによって、現実と関与していない神秘的なものに防犯ブザーを変化させます。これはジェフ・クーンズのニューフーバーシリーズで使われていたアクリルケースと同じ原理で、日用品というものをアクリルケースの中に入れることで神秘的な状態というのを表しています。本題のコンセプトに入っていきたいと思います。この作品のテーマは情報と距離です。この作品で使われている防犯ブザーは人種差別や貧困によって苦しんでいる人の声を表しています。僕たちは今インターネットによって遠く離れている国の人がどんな環境にあるのか、どんな状態にあるのかということを見ることはすごく簡単にできます。毎日のようにテレビや携帯で人種差別や貧困に苦しむ人のニュースを僕たちは見ています。僕は昔、自分の暮らしと液晶に映る苦しそうにしている彼らの暮らしを比べてかわいそうに思ったりすると同時に衣食住がある自分の幸せを改めて感じ、彼らとは別の場所にいることへの安心感を得ていました。まるで自分の人生をよりポジティブに生きていくための特効薬のように彼らの悲惨なニュースを消費していました。そのように人種差別というものを他人事のように思っていた僕はスペインやセルビアに単身で合計4年間テニス留学をしました。実際に留学先で物乞いをする子供たちや
アジア人が理由で差別を受けている人を見たり、実際に自分も差別を受けました。その時にテレビでかわいそうだなって思ったり、共感することの簡単さと、実際に経験しないとわからないことがたくさんあることをそこで学びました。僕はテレビやスマホで見ることとその場に行って体験することは見えている以上に距離が遠いということをアクリルケースと防犯ブザーを使って表現しました。今はコロナで家にいることも多くなり、よりスマホやテレビから情報を得る機会が増えましたが、スマホやテレビの情報が全てではなく、実際に経験したり、実際に直接会って、触れて、また同じ空気を吸って話すっていうことが人間のコミュニケーションにおいて大事なことだなというふうに思いました。お疲れ様でした。今回はマルセル・デュシャンについて研究させていただきました。マルセル・デュシャンを研究してみて僕が思ったのは作品の説明の大切さです。目で見て楽しむ芸術は見た人の感覚がすごく大事ですが、現代アートの場合、外見以外に作品の概念や自分の経験を言葉で説明することも込みで一つの表現だなというふうに思いました。というのは、マルセル・デュシャンの泉の作品を誰も理解しなかったら、ただの便器で終わっていたわけです。そして現代アートというのは始まらなかったわけです。なので、作品を見てくれたり考えてくれたりする人がいて、初めて現代アートは成り立つんだなというふうに改めて感じ、作品に興味を持ってくれる人たちへの感謝を忘れないようにしたいなというふうに思いました。良い作品を作れるようになることと同じくらい作品の説明が上手くなることは現代アーティストとして大事なことだなということも学びました。またマルセル・デュシャンについてわからないことやこの作品についての意見などがありましたらぜひコメント欄にお書きください。そのコメントを読ませていただき、次回の動画をもっとより良いものにしていきたいというふうに思っています。こんな感じで次回もいろいろな現代アーティストを解説していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼します。